こんにちは。今日は、このチャンネルの登録者が1万人になったっていうことについてお話ししようと思います。まずは、このチャンネルを登録して、今こうやって動画見てくれてる人、本当にありがとうございます。普通に嬉しいですね。なんか最近、SNS、X、インスタグラム、YouTube とか、そういうところで1万人フォロワーがいるって別に珍しいことじゃなくなってきたような気がするんですけど、でも普通になんか一般的に考えて1万人フォロワーとか、登録者がいるってめちゃくちゃすごいことだと思うんですよ。だってね、僕が学生の時、僕のクラスに、25人とか30人ぐらいいたんですよ。30人ぐらい。で、10クラスあったので、300人ですよね。で、その1年生、2年生、3年生。なので、900人いたんですよ。で、その僕の学校が、11個あって、9900人ですよね。で、その9900人の人が僕のチャンネルに登録してるって考えると、めちゃくちゃすごいと思いませんか？僕はめちゃくちゃすごいと思うんですよ。なので本当にね、今登録してくれてる人は、ありがとうございます。でも、本当に嬉しいんですけど、でもめちゃくちゃ嬉しいわけじゃないんですよね。そう、めっちゃめちゃめっちゃ嬉しいわけじゃなくて、別に、祝うつもりじゃなかったんですよ。でも、なんかコメントとかで、1万人、登録者、おめでとうございますっていうコメント結構もらったので、何か言った方がいいかなと思って今、これ撮ってるんですけど、あんまり僕、数字については気にしてないんですよね。っていうのも、数字って結構怖いものだと思うんですよ。わかりやすいですから、なんか、インパクトが大きいと思うんですよね。僕は話す時とか説明する時にこの数字よく使うんですよ。例えば僕の友達の中で40%ぐらいは大きいバイクの免許を持ってますとか、そういうなんか数字があったら分かりやすいじゃないですか。なので説明する時に数字よく使うんですけど、でもさっきも言ったみたいに数字って分かりやすいですから、そのネガティブな意味にもなりやすいと思うんですよ。なんか例えば先週は100人チャンネル登録者が増えたけど、今週は50人しか増えなかったとか、この動画、3時間編集頑張ったのに、チャンネル登録者があんまり増えなかったとか、こういうネガティブな意味で数字も結構インパクトが強いと思うので、僕はあんまりそういうことは気にしたくないんですよね。それで数字はあんまり気にしてないんですけど、でもやっぱり僕が気にしてることは、楽しいってことですね。やっぱりこのポッドキャスト楽しいんですよ。僕が何か話して、で、その僕が話したことに対して、何かフィードバックもらったり、なんかコメントで僕の知らないことをいろいろ教えてもらえたりするんですよね。なんか僕の知らない国の学校についてとか、僕の知らない国の文化とか、知らない、バンドとかね、僕にとってはそれが一番大切なんですよね。なので別にそのチャンネルの登録者が減っても増えても、することは同じですね。このまま続けていくんですけど、でもなんか1万人って分かりやすい数字ですし、いいタイミングなので、もう一度このチャンネルについて、ちょっとだけお話ししようと思うんですけど、まず大抵僕がこのチャンネルにポッドキャストをアップロードするのは、月曜日と木曜日ですね。で、月曜日と木曜日の日本の時間の7時7分、午後7時7分ですね。19時7分かな。で、理由は、なんか週末とか休みの日って、休みたい人が多いと思うんですよ。その勉強とかあんまり考えたくない人が多いんじゃないかなって思って、平日のね、仕事の終わりとか学校が終わった後に、ポッドキャスト聞いてくれたらいいかなって思って、その月曜日と木曜日なんですけど、で、それから時間は、午後7時7分なんですよね。7時7分。で、理由は僕の誕生日が7月7日だからですね。別に深い意味はないんですけど、7時7分僕と誕生日同じだから、この時間にアップロードしようかなと思って、そんなに深い理由はないんですね。
で、それが僕の YouTube にアップロードしてた時間なんですけど、次はね、このチャンネル、これからどうするかっていうことについて、お話しするんですけど、僕がすることは、変わらないですね。僕が、ポッドキャストを作るっていうことだけなんですけど、でも新しく始めることが2つだけあって、そんなに大きいポイントじゃないんですけど、まず1つ目は、この YouTube のチャンネルだけじゃなくて、ポッドキャストのチャンネルも作ろうと思います。Apple のポッドキャストとか、Spotify とかいろんなチャンネルあると思うんですけど、この YouTube だけじゃなくてね、普通の声だけの、ポッドキャストのチャンネルも作ります。で、次、二つ目ですね。二つ目は字幕を増やすっていうことをですね、今はこの日本語の字幕だけだと思うんですけど、他の言語の字幕も少し増やそうと思います。でも増やすって言っても、この画面の中に字幕を入れるんじゃなくて、この画面の左にCC とか、字幕のアイコン、字幕のボタンがあると思うんですけど、そこをタップしたら、なんか字幕が、他の言語でね、字幕が見れるようにしようかなと思ってます。で、今のところ入れる字幕は、日本語、日本語はここにあるんですけど、日本語と、英語と、韓国語とベトナム語と、ミャンマー語ですね。で、この言語を選んだ理由は、シンプルなんですけど、見てる人が多いからですね。もちろん英語、このチャンネル結構アメリカから見てる人が多いんですよね。で、アメリカだけじゃなくて、他の英語話す国の人も見てると思いますから、英語と、韓国の人も多くて、それからベトナムの人とかミャンマーの人も、見てくれてる、このチャンネルを見てくれてる人が多いんですよね。このチャンネルを見てくれてる人の中でみんな10%以上いるんですよ。なのでこの言語を選んだんですけど、もしなんか他の言語の字幕も欲しかったら、ちょっと同じ国の友達にこのチャンネルをおすすめしてください。なんかもっとたくさんの人を見てくれたらね、新しい字幕も増やすと思いますから。でも僕、この言語全部もちろん話せないですから、やっぱりその翻訳の機械とか使うことになると思うんですよ。でも翻訳の機械使うんですけど、その後で言語がわかる人に簡単にチェックしてもらうんですけど、でもそのチェックも簡単なチェックだけですから、多分自然じゃない翻訳もあると思うんですよね。なのでそういう時は普通に教えてください。教えてくれたら僕が頑張って一つずつ直していきます。こうやって字幕を増やしてもっと日本語とか日本に興味を持ってくれる人が増えたら嬉しいなと思って、字幕を増やすことにしました。でも大きいことは変わらなくて、これからも僕がすることは、ただ、ポッドキャストすることだけですから、これからもね、僕のチャンネル見てくれたら嬉しいです。そんな感じで今日はこのチャンネルのチャンネル登録者が1万人になったっていうことについてお話しさせていただきました。今日もここまで見てくれてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。バイバイ。